皆様お疲れ様です。マリナです。本日は最近の購入品紹介、手帳編ということで、手帳で1本動画を撮らせていただいております。やっとですね、来年の手帳が揃いまして、いろいろなところに見に行って、やっと気に入ったものがあったので買ってきたんですけれども、購入品紹介をするとともに、私の予定ではあるんですが、来年の手帳の使い分けについてお話しさせていただければと思います。はい、それではこちらの2つなんですけれども、2つともセリアさんで購入してきました。で、使用用途としましては、こっちが会社兼副業管理ノートで、こちらがですね、ちょっと厚みがあるんですよね。こちらと比べてみると、こちらのドットの方が、これね、今これとこれで使用用途悩んでるんですけど、予定ではこちらが YouTube 管理ノートにしようかなと思っております。それで、今回セリアさんで買って、私のその YouTube 管理ノートと、仕事用のノートは帰結したんですけど、このセリアさんに行くまでにですね、デルフォニックスさんに行きまして、1月始まりのアメリカンスイーツのシリーズで製本されているものが出たので、それを買おうと思ってたんですね。お値段調べずに行ったんですけど、実際ね、店舗でこうやってデルフォニクスダイアリーを見て、パッて裏見たら3300円って書いてて、3300円ってなりまして、ちょっと高すぎと。ちょっとね、ほぼ日とかだったら、それぐらい3000円ぐらいはいくと思うんですけど、私手帳がっつり派ではないので、結構ラフに手帳って書いてるんですよ。だから書いたり書かなかったりするんですね。なのでそれに3300円はちょっとと思って結論断念しました。デルフォニックスさんでの、新作のダイアリーは買えずに終わりまして、でそっからどうしようかなってなって、ロフトさんとか、その他文具店さん、書店有林堂さんとかもなんですけど、文具コーナーがあるので、週末ごとにですね、ダイアリーどうしようかなってこう探してて、でかつ100均も視野に入れて探していたんですけど、まずね、セリアさんがすごくダイアリーの種類が多くて、キャンドゥさん、ダイソーさん、セリアさんでこの3つ100均御三家を回りまして、でしかも複数の店舗をいろいろな各地で見て、ダイアリーコーナー見て回ったんですけれども、セリアさんが指摘には一番、まずパッと見の美術、いろんな可愛いものがある中でこの2つが結構こう見た目的にときめきを感じましたので、まずこっちがですね、カバーがこうデニムのような表現になっておりまして、で、10月始まりなのでもう書けるんですけど、多分1月から書くかな。今使ってる会社用の手帳がこれなんですけど、これはね、去年ダイソーさんで買ったんですけど、これすごく気に入っていて、会社用なのであんまりガツガツ書き込んではないんですけれども、こんな感じのまた出してくれと思ったら、確かにダニエル&キティで今年出てたんですけど、この可愛さを超えられなかったんですよね。なので今年のは買っていないです。中身まだ何も書いてないのでしっかりお見せできるんですが、私の手帳の探す条件っていうのが、ここのマンスリー部分っていうんですかね、これが結構こうもうしっかり多めに枠があるのが好みで、なんでかっていうと、ここにもうしっかり書くんですよ。この日のことを書くので。っていうことはもうここが広くあってほしいんですね。で、これはその条件をクリアしていると。ただ、フリーページがこれだけなんですよ。なので、もう本当にこれはね、ここにもう書くか、もうあんまり使わない手帳として捉えてるって感じですね。なので会社兼副業用でいいかなっていう感じですね。これも全然会社用に使ってるし、出社するたびに持っては行ってはいるんですけど、書いてることって会議室予約後の調整とかそれぐらいなんですよ。あとは副業で、本業と全く違う TOEIC アドバイザーっていうのをさせていただいていて、で、依頼をいただいて対応するっていうような形なので不定期ではあるんですが、その依頼者の方それぞれの目標スコアとか、現状の得点のどれぐらい正答率があるかとか、試験いつ受けて目標何点でとか、そのあたりも書いております。
これはフリーページに。で、そんなにお受けしてるのも、今現時点で含めて4人ぐらいなので、そんなに人数が多いわけではないので、このフリーページだけで全然埋まるかなっていう感じなんですけど、なので来年は、これをこのままこっちに引き継ぐと。会社の手帳はね、こんなの言ったらあれですけど、本当に本業に関心がないというか意欲がないので、そのためだけに高い手帳とかあんまりっていうか絶対買いたくなかったんですよ。なのでちょうどセリアさんで、見た目も可愛く、中もフリーページはもうほぼないんですけれども、ここがね結構マス広めなので、これでいいんじゃないと。で、あとここにこう書く部分もありますので、それで、私がやりたいことは満たせてるかなというところでこちらを選びました。はい、そして同じセリアさんで買いましたこちらの黒ドット、これも可愛くないですか？こっちがね、これと比べると結構しっかり厚みがあって、っていうのも結構ね、これすごいしっかりしてるんですよ。パタンと開くものではないので、ここに、浮かむりクリップとかつけてこう書くときは必要だと思うんですけれども、ここにね、今月の目標とか書くところがあって、ちゃんとね、いろいろなことを書いていけるんですよね。トゥードゥリストとして使ってもいいのかなと思うんですが、あとはさっき話しました通り、ここが大きめのがいいというところで、これもクリアしております。で、これね、今 YouTube ノートがこんな感じでですね、ここに、チェックボックスがないので、これでチェックボックスマス手をつけてですね、でその月の企画というか、これはね月の初めに書いてるんですよ。それで今月はこの動画が撮れそうだなっていうのをこう書いて、で、アップできたらチェック入れるっていうような、ことでやってるんですけど、もうだからここに書いていってチェックボックスもあるので、そういう使い方でいいのかなと。あとは今月の目標っていうのも、現在の YouTube ノートもここに毎月初めにここに目標を書いているので、そのままこの新しい手帳で、今までと変わらない書き方で引き継いでいけるかなと思っております。それでこういうふうに振り返りとかもね、この最終日が終わったら毎月その月を振り返ってですね、一応ポジティブなことを書いて、自分を励ますじゃないですけれども、1ヶ月頑張ったねっていうようなことを意識して、良かったことを結構書くことが多いです。何本あげてとかそういうのも書いてます。なのでこのノートがね、結構もうここにメモって書かれてるから、しっかりこのテーマに対して目標とかやらなきゃいけないこととか振り返りとか書く部分がかなりあるので、びっちりこう書けるっていうのがいいなと思っております。それでなんでこれがこんなに分厚いかっていうとですね、これなんて言うんですか、タイムスケジュールでいいのかな。多分これ2時間ごとに時間が書かれてて、で、ここにもトゥードゥリスト、月全体を通してやることなのか、その1日のルーティンなの使い方はその人の好みでいいと思うんですけど、これはね、どう使うかなって買う時に考えたんですけど、 YouTube に割いてる時間を書いていこうかなってちょっと思いました。一回可視化してみる。今までこう記録つけたことないんですよ。何時から何時まで編集とか。編集はね結構隙間時間にやってて、カット作業が私一番大変なので、カット作業はもう机に向かってやるんじゃなくて、ベッドに iPad を持って行って寝る前にこうゴロゴロしながらカット作業するとか、そういう感じで隙間時間を使って YouTube 制作をやっておりまして、その辺をちょっと一回可視化してみるかっていうのも面白いかなと。ただこうね、YouTube 全く撮影とか編集とか企画考えたりとかやらない日って多分ないんですよ。だから多分毎日これ書くことになるので、そうなるとちょっと面倒くさくなるのかなっていう懸念もありますが、ちょっと最初のうちは自分のその YouTube に対して1日のうちにどれだけ時間をかけてるかっていうのを可視化してみようかなと考えております。せっかくこの時間でね書けるようになっているので。だからこれが12ヶ月分あるのでこんなに分厚いんですよはい、そしてここでやっとフリーページが来まして、フリーページは、こっちに縦線が引かれていますね。だからここで区切ってトピックをここに書いて、それに対しての細分化したこととかも書いていってもいいのかなと。
この手帳結構こだわられてません？100円の割に。そしてこの見た目が可愛かったので、他にもピンクドットと白ベースにグレーのドットが3種類、これを含めて3種類ありました。まあ100円なので、高い手帳だったらなんかペース崩れたとかなるかもしれないんですけど、まあ100円なので自由、結構割とこうガシガシ書いていったりとか、使い方を変えていくことも全然こう罪悪感なくできるのかなと思っております。はい、そしてこちらですね。こちらはやっと見つけた理想のサンリオ手帳です。サンリオ手帳は探し回ってまして、来年分で1冊欲しかったんですよ。でそれで探し回ったのが3書、各書店さんでフラッと言った文具雑貨店さんとか、もう本当にいろんなとこで見て回って、やっと、東急ハンズさんで見つけました。初めて見た手帳だったんですけど、これがね、もうおなじみ神尾ジャパンさんなんですよ。そうだからね、もう期待できるじゃないですか。これ表紙のイラストを見ると、あれでも上位キャラだけじゃないのって思うかもしれないんですけど、そもそも、その店舗には3種類ありまして、まずここの大部分のこの色がですね、一番好みだったので、手に持ったっていうのもあるんですが、あとはクロミちゃんとシナモンさんだったかななんですけど、これもね上位キャラしかないと。で私は、上位キャラももちろん可愛いと思うんですけど、圧倒的サムさん推し、レトロキャラ推しなので、上位キャラ以外もいてほしいなというのがあって、でサンプルが置いてあったんですよ。サンプルをもちろん確認して買っております。それでですね、見ていくと、ここでもまだ上位キャラしかいないじゃないですか。なんですけど、ここにマロンクリームちゃんが出てきたと。それでニャニニュちゃんが出てくるんですよ。この2026年間表でニャニニュちゃんが出てきてくれて、あれってなったら、もうここに、今年のこれも10月始まりなのでもう書けるんですけど、チアリーチャムちゃんが出てきて、クロミちゃんとでキティ先輩で、ミミちゃんとご家族ですね。ということで、これ誕生月のキャラが採用されてるんですよね、各ページで。マイメロちゃんとモン吉モンタくんが可愛すぎるそうなの、見て、ファミリーなんだけどこんなにいるの？お友達、ご家族、すごいですね。でここにね、もう2月といえばウルー年誕生日のポチャですからね。そう、めっちゃ可愛くないですかこれ。いやもうさすがの神尾ジャパンさんなんですよ。もうね、選抜キャラもね最高すぎ。ピッピーですよ。これやばくないですか、この手帳。ミュークルドリーミーちゃん、間違ってたら訂正しておきます。多分これはミュークルドリーミーちゃんな気がする。合ってたらすごいだってグッズほぼないですもんね。キャラ体ぐらいでしか私ミュークルドリーミーちゃんって見たことないか。多分合ってると思う。メルちゃんね。これすっごい可愛くないですか。ニャニャニちゃん、ターボ、パティジビちゃん、バニー&マッティ、これレトロ好きですね。そして座敷豚、ミアダイナソーズすごい、神尾ジャパンさん、ちょっとすごくないですか、このキャラ選抜が。そしてここにフリーページが入るんですけど、これもまためっちゃ可愛くないですか。ここにね、ここのボトムの部分にこれはピンクが入ってまして、チアリチャムちゃんね、それでこれ既視感あるなと思ったらこれなんですよね。これ私のメモ帳コレクション全てではないんですけど、メモ帳をですね貼ってまして、これ神尾ジャパンさんから出てるレトロキャラかなのメモ帳なんですけど、これの、手帳バージョンっていう感じですね。それで、これサムさんで、チップくんも登場。サムさんの似顔絵を描いてます。かわいい。相変わらずかわいいことしてる。サムさん何してるの？ABC 本読んでるのね。はい、こんな感じのなってまして、かわいいでしょ。もうね、マイページ違うんですよ、ここ。
色が。サンリオ手帳ね、なんでこれを見つけるまで買わなかったかっていうと、もういろんなところ回って100均も含めいろんなの見たんですけど、サンリオ全体のキャラが載ってるのは見つけられなかったんですよ。山椒にはあるのかな、山椒に出てるやつ、ロフトさんにも置いてあるんですけど、それがなんかちょっとピンとこなかったっていうか、もうちょっとなんかないかなって思って、もうちょっと粘るかっていう感じで、まだね、来年までまだもうちょっとあると思って、毎週いやもうちょっと粘ろう、まだあるかもしれないって感じで、それでもうようやく見つけたって感じですね。理想です。かなり理想的。きりみちゃんも出てきた。そしてこの説明にも書かれているんですが、切り取りメモなんですよ。これめっちゃ可愛くないですか？この後ろのページに、このラストページあたりにすっごい可愛い。こんなの切り取れないよね。めちゃくちゃ貴重じゃないですか。めっちゃ可愛い。これちょっと珍しくないですかね。こういうサンリオの手帳でもこうやって後ろに切り取りメモ。待って、本当に可愛いんだけど、天才。いやー、タイニーチャムちゃんのメモ可愛い。すっごい可愛い。ハッピーダンもいてくれてるし、それぞれのキャラ単体でもあるし、そして最後にフリーページ、モップくんで終わりかな。こういうところにもいるんだもん、メルちゃん。連絡先を書くところ。年齢早見表にもいますよ、キャラが。こだわりがすごくないですか？ここのボトムのチェックもめっちゃ可愛い。ここにもいた。マジでいないページないやん。キャラがいないページがないです。もう最初からいますもんね。全ページいます。すごくないですか？これ本当に可愛いと思います。激推しでございます。すでにね買われてる方もいらっしゃると思うんですけど、私はもうラッキーなことに、もう本当にハンズさんめったに行かないので、訪問率にしたらロフト9割ハンズ1割っていう感じなので、めったに行かないんですけど、ちょっとハンズさん行ってダイアリー、そんなにロフトさんとね変わらないかなと思って、行ってみたらあったんで、いやーよかったです。本当に後ろも可愛いでしょ。おやつを食べてお眠りになってるわけですね。血糖値が急上昇したのかな。いやー、これは激しくおすすめでございます。ということで、このノートの用途は、さっきちょっとお話ししたんですが、 YouTube 管理ノートにしようかなっていう考えもありますし、 YouTube 以外の来年は、去年今年って YouTube に結構注力、フリータイムは余暇はもう全ベッドみたいな感じで YouTube につぎ込んできたので、それをですね、来年はちょっと他のにもシフトしていきたいなと思っていて、余暇のなんか何割かをいよいよちゃんともう一回英語の勉強をしたいなと。英語っていうかTOEIC しか興味ないんですけど、やっぱりアドバイザーをさせていただいているので、自分もアップデートしていかなきゃいけないっていうのは、そこら辺は必死かなと思っておりますので、来年試験もですね受けなきゃいけないなと思っておりますので、その辺の管理をしようかなと思ってます。これもここのマスが大きいのでしっかり書き込めるのと、ここにも書く欄があるので、勉強のノートにするにしても管理はしやすいのかなと思ってます。めっちゃ可愛いのこれ。激推し。ということで、メイン3つの手帳のご紹介は以上となりまして、でこちらですね。こちらは以前購入品紹介でご紹介したのでサクッとのご紹介になるんですが、このスンスンの手帳は、スロージャーナルになってまして、手帳というか、2026年の手帳って決まってるわけじゃなくて、ダイアリーとかでもないので、自分で日付書き込めるタイプなので、いつ書いてもいいし、途中やめても、途中ブランクがあってもいいし、何を書いてもいいっていうようなものになってますので、これはね、その時思ってることとか、やりたいこととか、買わなきゃいけないこととか、もう本当にその日用品とか、そういうもの、お給料入ったら買いたいものとか、そういうことをさらさらとメモしていくような使い方でもいいのかなと思っておりますね。付箋に書くようなことを
書いていくっていうような感じですかね。他には YouTube を見ていたりとか、読書してたりとかで自分が今まで使ったことのないような単語とか、熟語とかが出てくることがあるので、そのあたりを、メモしていって、調べて書くとか、そういう使い方もしたいなと思ってます。一応この4冊で来年の手帳は揃い踏みというような感じなんですが、今使ってるこちらのロルバーンダイアリーの方で行動管理をしてるんですよね。行動管理っていうのはサンリオと文具イベントのスケジュール管理をこのノートで、この手帳でしてまして、それも、来年の分に移行させたいんですよね。だからこれでもそのサンリオだからやっぱこれがいいかなっていう、これ YouTube 管理ノートにして、でこれはその他勉強とか趣味とかそういう、行動管理のノートにしようかなと思います。でもね YouTube ノートが一番今年一番触れて一番書いたんですよね、これね。だからこれだけは毎日開いて書いてしてたので、毎日ね使うとなるとやっぱり目にして上がるものがいいかなと思うので、ちょっと悩みますね。ちょっと管理ノートの行方がどっちかなみたいなのはやっぱりまだ悩んでますね。はい、ということで今回の動画は、最近買った来年の手帳の紹介から始まり、がっつり、使用用途についてのお話もしまして、手帳だけの動画で珍しい動画になったんですけれども、こちらの上段が今年現在進行形で使っている手帳で、これが来年ですね。10月始まりのものがあるんですけれども、これが全部今年の12月まで書けるものなので、それは12月まではここに書いて、1月以降こちらに引き継ぐような形でやっていこうかなと思っております。だから来年はこの4冊になると思うんですが、わかんないよね、まだ増えるかわかんない。でもそんなに増えたらね、本当に手帳に費やす時間がね、そこまで増えちゃうとちょっとなんか本末転倒みたいな感じになっちゃうかなと思っていて、なるべく増やしたくはないんですけど、来年の手帳はやっぱりこれが今一番お気に入りですね。やっと出会いました理想のサンリオ手帳、カミオジャパンさんのものになります。はい、それでセリアさんの方でもこれ以外にも大変本当にすごく可愛い手帳がたくさんあったので、皆さんねもう100均のコーナーで手帳コーナーチェックされてると思うんですけど、まだちゃんと見たことないよという方はぜひぜひ見に行っていただければと思います。100均でももちろんサンリオ手帳は出てるんですけど、私の中ではあんまりピンとくるものはなかったので、今回はハンズさんで購入しましたカミュージャパンさんのサンリオ手帳に決めたという経緯になります。はい、ということで本日の動画はこの辺で終了させていただきます。手帳 YouTuber さんみたいに手帳をね使い込んでるような人ではないので、手帳関連の動画で、ちゃんとうまく自分が伝えたいことがお話できたかはちょっと不安なんですけれども、何かしらの参考になれば、こういう手帳があるんだっていうそういうようなものでも構いませんので、何かしら、参考になれば嬉しく思っております。はい、ということで本日の動画はこの辺で終了させていただきます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。まだ購入品紹介がありますのでお待ちいただければと思います。はい、それではまた次回動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。ありがとうございます。